Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。皆さん最近心の調子どうですか？今行きたいところに行けなかったり、会いたい人に会えなかったり、心が疲れてませんか？あとは仕事がなくなったり、人間関係がうまくいかなかったり悩んでる人もいるんじゃないかなと思います。今日はそんな人に知ってほしいメッセージがあるので、日本語と一緒に勉強しましょう。では今日のオノマトペをどうぞ。ボロボロ、ボロボロ、ボロボロはとても傷ついている様子を表しています。ちょっと言葉だけだと全部伝わっていないと思うので、今日はボロボロの本を持ってきました。これは僕が高校生の時に使っていた英語の単語帳なんですけど、これはすごいボロボロです。ボロボロはこういう風に角が丸くなっていたり、あとはこう傷があったり、何回も見ているから、なんかちょっと本が厚くなってるんだよね。紙もすごい柔らかくなってるから、こう力がないみたいな感じなんだけど、こういう風に小さなダメージをたくさん受けてくると、本がボロボロになったなという言い方ができます。結構ボロボロの本とか好きな人いないですか？僕は結構ボロボロの本は好きです。あとは車がボロボロと言ったら、なんかカーブミラーがちょっと割れていたり、色が少し落ちていたり、昔車をこすってしまった時についた傷とか、そういうのがたくさんある感じ。そういう車をボロボロの車とか、車がボロボロという言い方をします。古い車と言った時もボロボロの車の意味もありますけど、もともとデザインが古かったりそういう意味があるので、やっぱり昔から使っていてその小さなダメージが見える、そういう感情を表したい時によくボロボロを使います。少し使い方が違うんですけど、よく子供がご飯を食べている時にお母さんがボロボロこぼさないでよという風に言います。これはご飯を食べている時にご飯の塊が下に落ちてしまう、この様子を表したい時にボロボロ落ちるという言い方を使います。これはさっきの古いとは関係ないんですけど、でもやっぱりボロボロの車って色が落ちていたり、なんかすぐ壊れてパーツになっちゃいそうなイメージないですか？だから壊れたボロボロのマシンが壊れる時、パーツがこうボロボロって落ちる。その感じがボロボロの言葉と結びついていると思います。僕はよくクッキーを食べる時にボロボロ落ちないように手を使って食べるんですけど、やっぱり気をつけていてもボロって落ちちゃいますね。あともう一つ面白い使い方は、試合でボロボロに負けるという言い方ができます。これもさっきの壊れたロボットみたいに、試合をした時に例えば100対0で負けたとか、もうすごい相手に殴られて体がボロボロになっちゃったっていうイメージ。もう相手が止まることなくすごい攻撃してきて、もう自分は動けない。もう壊れたロボットみたいにボロボロになって、もうやめてくれよみたいな、そんな感じですごい大差で負けた時はボロボロに負けたという言い方ができます。だから完全に相手に負けた時はボロボロに負けたという言い方ができるので、使わない状況の方がいいですけど、使う機会があったらぜひ使ってみてください。ちょっと最近心配なことがあって、みんなすごい優しいじゃないですか。自分のことよりも他の人のことを一番に考えて、ちょっと辛いけどそれは自分の中で何とかすればいいやって思う人がいるんですよ。今世界のみんなが行きたいところに行けなかったり、会いたい人に会えないから、すごい心の中がモヤモヤしてると思うんですよ。だからそういう優しい人はいつも以上に他の人の心に敏感になって、すごい心がボロボロになってる人もいるんじゃないかなと思います。僕自身もスペイン語留学がキャンセルになったり、プライベートでうまくいかないなっていう時が結構あったりしたんですよ。だから僕みたいにポジティブでも結構落ち込むことがあったので、すごい優しい人は他の人をがっかりさせたくないとか、他の人に嫌われたくないとか、他の人の期待を裏切りたくないとか、そう思ってるけど心はボロボロ、体はボロボロ、もう毎日朝起きることがやっとできること、もう誰とも本当は関わりたくない、でも現実世界そんなことはできないと思って、どんどん心がボロボロになっていく人もいるんじゃないかなと思います。すごい優しいですよね。みんな今は自分のことで一生懸命なのに、その人は他の人がどうやったら幸せになれるかを一番に考えていて、その人ができるだけ嫌な思いをしないように自分が頑張ろうって思う人がいるんですよ。でもそれが優しすぎて自分を苦しめてるんじゃないかなって思うこともありました。
だから僕がすごい言いたいことが一つあって、周りの人はみんな自分のことで精一杯。でもみんなはそれを邪魔しないように一生懸命生きてる。みんなって他の人の幸せをすごい考えてるんだなって思いました。でもさ、じゃあ誰がみんなのことを考えてくれるの？すごい優しい人は昔すごい心に傷ついた経験とかがあると思うんですよ。だから他の人の気持ちがよくわかるし、それを何とかしようって思うんだけど、でも優しすぎて自分の心がだんだんボロボロになっているのに気づいてないんですよ。大丈夫？おーい、みんなだよみんな。本当だったら僕がよしよしをしたいんですけど、まだバーチャルの世界でみんなに触ることができないので、ちょっとよしよしってできないんですけど、このよしよしっていうオノマトペを勉強できたので OK としましょう。すごい辛い時はもうボロボロに泣いてもいいと思います。それを溜めるよりは泣いた後って少し疲れてちょっと寝ようってなるんですよ。だからみんなにはそうして自分の心も大切にしてほしいです。あとよく頑張ってねって言われると思うんですけど、もうそこで頑張って無理やり作ったエネルギーはもう心のエネルギーをどんどん使ってるので、心が逆にボロボロになっていくんですよ。だから元気がないのに無理やり元気を出そうとすると、その分心がどんどんボロボロになっていくので、何か元気をくれるものを見つけるのはすごいいいんですけど、でもダメだ、頑張ろうと思って無理やり出したエネルギーは絶対良くないので、みんなにはどうしたらボロボロになった心をうまくリラックスさせたり直していくことができるかなって考える時間を作ってほしいです。意外と難しいですよ。僕も未だにわからないです。なんでこんなに落ち込んでるのかわからない。できればみんなでコメントでいい気分転換の方法があったらぜひここでシェアしましょう。あとみんな自分のいいところをコメントで書いてください。もう日本語でも英語でも自分の言語でも何でもいいです。なんか書くことはないけどちょっと元気出たらいいねのマークをコメントに書いてください。そしたらみんな、僕みたいな人もいるんだなって思うと思うので、ぜひお願いします。皆さんありがとうございました。僕は最近聴いてる曲があって、優里さんのドライフラワーっていう曲がすごい好きで、都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事、声も顔も不器用なとこも全部今も嫌いじゃないの。ドライフラワーみたく時間が経てばきっと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 色あせる。そんな感じのすごい優里さんの声の出し方は感情が入っててぜひ好きなので、英語の字幕もあるので説明欄にリンクを貼っておくので聞いてみてください。じゃあありがとう。バイバイ。